こんにちは。このシリーズは壊して学ぶワードプレスセキュリティ。ワードプレスの脆弱性をローカル環境で実際に再現しながら学んでいきます。実在のサイトへの攻撃ではありません。安全な検証環境での学習です。今回テーマはナンスなしのゲットパラメーターが招くリスクです。これはログインしている管理者が特定のリンクをクリックするだけで本人の意図とは無関係に設定が書き換えられてしまう攻撃です。まずデモから見ていきましょう。今回使用するのはデモノーティスバーという教育用のデモプラグインです。フロントページの上部にシンプルな通知バーを表示するだけの機能を持っています。現在は通常通り営業中ですと表示されていますね。内容は管理画面から自由に変更できます。管理画面の設定ページを開いてみます。テキストボックスと保存ボタンがあるだけのごくシンプルな画面です。文言も変えて保存ボタンを押せばフロントの表示が変わります。どこにでもある普通の管理画面に見えますね。でも、この実装には致命的な欠陥が隠れています。このプラグインは設定の保存をゲットパラメータで受け取る作りになっています。つまり URL のクエリ文字列に値を含めるだけで設定を書き換えられてしまうのです。さらに問題なのはナンスの検証を一切していないという点です。ナンスとはその操作がしかるべき画面を通って本人の意思で送付されたリクエストかどうかを確認するための仕組みです。これがないとワードプレスは管理者のブラウザーからのリクエストだから正義のものだろうと判断して設定を更新してしまいます。では実際の攻撃はどのように成立するのか。例えば攻撃者が管理者にこんなメールを送ったとします。サイトがダウンしているようです。至急こちらからご確認ください。続いて管理画面の URL が貼り付けられています。管理者がログインしている時にそのリンクを開いた瞬間、攻撃は完了です。フォームに何も入力していない、ボタンも押していない、それでも設定は書き換えられます。皆さん、フィッシング詐欺のメールを受け取ったことはありませんか？ Amazon からの重要なお知らせです。こちらからログインしてくださいといったメールです。あれと同じ構造で HTML メールであれば表示されるリンクテキストと実際の URL を別々にできます。例えばダッシュボードで確認するというリンクテキストの裏に攻撃 URL を仕込めます。テキストメールなら生の URL が見えますが HTML メールでは気づきにくくなります。焦っている時や忙しい時は特に踏んでしまいやすい。今回のデモでは実際に HTML メールを送信してリンクを踏む場面も見てもらいます。では実際に送られてきたメールを見てみましょう。こちらがテキストメールです。URL がそのまま表示されています。そしてこちらが HTML メール。ダッシュボードで確認するというリンクが表示されています。リンクにカーソルを当ててみると URL が表示されましたね。テキストメールと同じ URL がリンクテキストの裏に仕込まれています。これが HTML メールを使った攻撃の典型的な手口です。では実際にやってみます。今、管理者としてログインしています。フロントの通知は通常通り営業中ですね。ここで攻撃者から送られてきたリンクを踏んでみます。画面上は普通の設定ページが表示されただけのように見えます。しかし、フロントに戻ってみると、通知バーが変わっています。このサイトはハッカーによって乗っ取られた。自分で入力も保存もしていないのに、リンクを開いただけで状態が変わりました。コードを確認してみましょう。問題の処理はプロセスゲット関数です。アドミンイニットフックで実行されているため、管理画面の読み込みのたびに呼ばれます。まず、カレントユーザーキャンマネージオプションズで権限チェックをしています。次に、ゲットノティスメッセージが存在するかを確認して、あれば、アップデートオプションで保存。ここに、ナンスの検証が1行もありません。権限チェックをしているんだから安全じゃないのと思うかもしれません。しかし、権限チェックとナンスは確認している内容が全く異なります。権限チェックは誰がリクエストしたかを確認するものです。ナンスはどの画面を通って本人の意思でリクエストされたかを確認するための仕組みです。今回の攻撃では管理者本人がリクエストしています。だから権限チェックは通ってしまう。問題は本人の意思ではなかったという点なんです。ナンスの仕組みをもう少し説明します。ワードプレスのナンスは設定画面を開いた時にサーバー側で生成される一時的なトークンです。このトークンはフォームのヒドゥンフィールドや URL のパラメーターとして埋められます。リクエストを受け取った際にこのトークンが存在して有効かどうかをチェックアドミンリファーラーなどで検証します。攻撃者が URL を細工してもナンスの検証に失敗すれば処理は拒否されます。整理権を持っていないと窓口では何もできないというイメージです。最後によくある誤解を一つ取り上げます。ゲットは危険でポストなら安全という話を聞いたことがあるかもしれません。しかしそれは正確ではありません。ワードプレスのコア自体、ゲットでステータス変更を行う処理があります。例えば投稿のゴミ箱移動などです。ただしそこには必ずアンダーバー WP ナンスが付与されています。重要なのは通信方式ではなくステータス変更の処理に適切なナンス検証があるかどうかです。今回のポイントをまとめます。1つ目、管理画面の URL だからといって常に安全とは限らない。2つ目、
権限チェックだけでは意図しないリクエストを防ぐことはできない。3つ目、ステータス変更の処理にはゲットでもポストでも必ずナンス検証を組み込む。この3点を意識するだけで多くの CSRF 脆弱性を防ぐことができます。次回はこのプラグインの修正版を見ていきます。ナンスを追加することで今回の攻撃がどのように防がれるかを実際のコードで解説します。今回はここまでです。ありがとうございました。